テキラド大丈夫です。今回もね、クランニングからやっていきたいと思います。6日目ですね。42点と、早速やっていきたいと思います。はい、というわけで、ガク。リターン型のスーパードラゴンいいですね。これ毎回使ってて。もう見てるとやりたくなる戦術ってあるよね。僕結構これそうなんだけど。多分ね、人によってそういう戦術違うと思うんだけどね。僕は結構昔からこの編成好きだったので、久しぶりにやりたいなっていう欲がやっぱありますね。ジャイアントアロー、これどうだろうな。俺もその角度エアスイ狙えたら強いなと思って見てたんで、今これ。エアスイ狙ってたんじゃないかな、ワンチャン。ちょっと外れてる可能性がありそう。っていう感じで、なんか自分だったらこの編成どこから、まあ今回ジャイアントアロー型なんだけど、ジャイアントアローを打ってとか考えておくとね、自分も同じような編成持った時に、でもその入りするなら別に必須じゃないからな、そこ売るのは。まあ適当にタウンホールからね、入るんで、エアスイーパーの向きとかは別にね、スーパードラゴンからすればどうでもいいみたいな感じになってるんで。で、ポイズンは採用してない形。結構ね、スーパードラゴンがやっぱり防衛援軍に対して強いから、わざわざポイズンを使わなくても良いみたいなところかな。ここからスーパードラゴンスタート。多分、ストライカー次どっち行くかな、右行ってくれるか。でも、出るよな。この形になるから、ほんと。レイジレイジ、ここはトーム。ガクのやり方だと基本なんか、トームより先に、ガーゴイルプリンスの能力を使うみたいなことを結構、徹底してやってたりするんだけど、タンホルトの距離感だったりとか、バルーンの活かし方を考えたときには、トームの方が美味しいなって感じかな。距離が近すぎるからね。で、しっかりこれ、クイヒーの方の延命をしてあげる。で、プリンスもね、ちょっと早めに打ってあげて、この奥の方の火力を下げるみたいな。プリンスの能力をね、なんかクロークとか、ロイちゃんのホグヘイストみたいな感じで、終点まで持っていくっていうのはちょっとあんまりもったいなくて、やっぱり途中でこうして最大効率っていうか、相手の防衛施設がしっかり残ってる時にかけてあげた方がね、弱められる防衛施設の数もやっぱ多くなるので、しっかり使ってあげるみたいな感じかな。クイーンのクロークとかと能力、意味合い結構違うんで、こいつ。遠目みたいなもんだと思った方がいいっすね、感覚的には。光咲いてあげると。いい全開。やりてー、これ。やりたいけど、ライドラもライドラで楽なのよ。ライドラも結構楽なのよ。いやー、こっちのがちょっと難しいくは、どうだろうね。そうだね。ルートさえできちゃえば、どっちもどっちって感じだと思うんだけど。ニャロメもニャロメで独自路線だね、いつも。どうすか。6時、オーデンから、他は特に出てない。これ結構ね、いろんな角度から、いろんなことしなきゃいけない編成なんで。そうだね、来ましたね。3時の方にロイヤルチャンピオンぶつけて、リターン型、どこまで行くか。水塔まで行くんだ。ここで回収。あれとかだってもうベビドラ1体で回収できるからさ、のウィズと、ワンチャン打たせない方が、ロケットスピア、温存できて強かった説あるな。今2発分ね、ウィズトに打ったんだけど、その2発分を温存する代わりに、バルーンなりベビドラなりでウィズトをカットすると。そういうのをプランのうちに組み込めるとめっちゃ強いな。なかなか難しいんだけど、それ。っていうなんか、そういう視点を持ってこうってなんか、今回のアタックでなんか他のアタックするときに、引き出しとして出せるといいんですよね。そのパターンないかなみたいな。僕あんまロケットスピアでしないから、そういう視点とかやっぱ大事に持っときたいなみたいな感じですね。で、ここロケットスピア、ロイヤルチャンピオンからのキングを入れていく。これキングクイーンと合流する形をウォーデン引っ張っていくと。ウォーデン単独で使う形とこうして合流で使っていく形っていうのを使い分けてますね。で、9時の方はロイヤルチャンピオン。もう3時9時を両方ね、ロイちゃんでカットしてくれたみたいなのが強いですね。で、援軍はなんかネクロ出てきた。美味しい。で、これは5なのか、5な上にまだ持っているっていう状況ですかね。すごいトームみたいな合流の仕方してるけど。雰囲気気づけ。ナイス。
バイボもうここまで持ってって裏にタウンホールドッカーンって打つのか。おもろいことするね。回収削りたい。回収削りたい。あー、ファイヤーボール。ファイヤーボールだけ早く打ってみたいな感じの誘導しましたね、今の。ウォーデンが完全にキングにくっついて外周行っちゃいそうだったんで、ちょっとファイボだけ打ってくんねみたいな。もう無理くり打たせたな、今の。さあ、レイジからのフリーズ、ロケバル、回収、タウンホールの方向へ。わあ、カバク大量。ストライカーでしっかり回収をして、ユニットの暴力。ナイス展開。能力残して。いやー、強い。ニャラメのこれもね、本当に強いなーって感じなんだけど。多分俺がファイヤーボールができないから、選択肢に入らないんだろうな。レベルがちょっと足りてなくてね、まだ。上げなきゃいけないヒーローギア多すぎるのよ、どんどん、本当に。さあ、ルートライダーラッシュスタートしていきます。10日弊社プラスのロイヤルチャンピオン3次展開で、真ん中、4時の方から本体スタートという、今まで通りのルートライダーラッシュですね。ストライカーまで混ぜて、これは遠目行くのかな。手間にいるんか。水霊。そっか、ヒーロー、祭壇なくなってからヒーローの位置結構分かりづらくなったな、本当に。なんか、ウォーデンがあっちに行ってる。ミニウォーデンが。お、すごい。みんなでジャンプした。これ穴系のウォールブレイカーそもそも持ってきてないので、このマルチ IT を食らい続けるのは嫌ですね。でもフリーズも一発しか残ってないんで、これはね、多分基本かけないことになるんで、見捨てるかな。基本残しておきたいフリーズ、やっぱ効果力の方に残しておいて、クイーンは外周一人で頑張ってルートを取るのが基本ですね。さあ、ルートライダーも穴を開けてくれつつ、キングも能力解放していきます。フリーズ終点当選かけていきまして、ナイス展開。いや、止まんないよな、ルートライダー。ルートライダー勢も本当に強いんだよな。さあ、水さん。ヒーラー4体入った形のルートライダー。一旦ババ蹴って、ベビドラ展開。この配置もね、16とか、なんならもっと前からか。結構ね、よく見るタイプの配置の17バージョンみたいな感じですかね。さあ、ベビドラスとスーパーバブリアンで勝って、キングをこの穴開けした区画に入れたいよっていうような状況で。サッカーボールでインビジブルの解除とかも狙いたいようなイメージあるのかな。クエイクも2発入ってるね。さあ、ここ入れていきまして、どうでしょうね。狙ったとこにはサッカーボール飛ばなかった感がワンチャンあるかもしれない。なるほど。そういうことか。ジャイアントアローで残ったインビジブターを、結構ね、水さんこの形好きなんですよね。ジュモンタワーをジャイアントアローでクエイクで折っていくみたいな形が好きで、ちょっとクイーンが完全逆走しちゃっている。ヒーラーもルートライダーを守るためのヒーラーでしたね。ちょっとクイーンがね、この下側来てくんなかったことによって、さすがにこっちの部隊は崩壊している。オーバーグローはここ、そうだね。崩壊した部隊のサポートとして使っていくことになりました。あとはどれだけこの余力で押せるか。ここでやっぱタウンポイズンを受けてないユニットっていうのがでかいね。ロイヤルチャンピオンにレイジを置いてあげて、フリーズが2発残ってます。クイーンもなんかすごい回り回って内側へ。オーバーグローも確かに体感秒数短くなった感あるな、やっぱこうやって見ると。スピア型だ。うん。こういうテスラモリ見ると、やっぱブーメランの方が良かったって思う時あるよね、多分。テスラ全部回収してからのブーメランの方がスムーズに進むから、ロケットスピアのタゲも。なかなかね、そんなの攻める前にはわからんと。最終的にはしっかり残っていって全開。いい全開でしたね。水くんうまいね。星さん。アネクです。まずはベビードラ。やっぱこうやってね、
防衛の数が、やっぱりアーチャータワーの数が減ってるからマルチアーチャータワーになってることで、空に対応できる施設っていうのが、エリアっていうのが結構減ってる感覚あるんで、こういうの狙い目っすね。で、中心、ぐい飛んだね。飛んだね、これ。これもさすがに格近くでしょ、もう、みたいな。バケモンみたいな削りが生まれました。ここで火もやりやすい。まあ、基本こういう外にやるやつって内側向くからね。遊園砲。外にやって外向けるみたいな非効率だからね。せっかくの射程を無視するような置き方になってるから、そういうとこを裏からつくのもうまいね。いや、これ5強すぎん、さすがに。クイーンの、これヒーローのあれわかんないじゃん、祭壇壊れたせいで。タップしてもどこまで動くのかわかんねえや、これ。これわかるやん。嘘つきました。こいつでいいんだ。ヒーローそのもののタップできなくなったんだけど。さあ、クイーンサイドカット、10日弊社と。もう内側の施設ないんで、これもう本当にゆっくりゆっくり進めることができますね。あとそうか、イーグル砲もないからね。イーグルないから、もうゆっくり進めとく。それってのスパネクとかなのかな。ゆっくりゆっくりやりやすくなっちゃったもんね。で、ここジャンプを中心部へ。うん。外周部も、全然ダメージ受けないからね、こういうところ。この10日弊社クイーン部隊もダメージをほぼ受けません。で、まあ、グランジオの枠数が増えたことによって、外周部ヒーラー採用してるみたいですね。いやー、吹き飛ばしていくね、キング。呪文ここでだってレイジ3発あるよ、まだ。使わんのか、ここ。レイジフリーズが大量に残ってます。これ残しに行ってるな、完全に。さすがに残しに来てるな、これは。レイジ3発、フリーズ2発。まだロイヤルチャンピオンも手元にあります。その上でこのユニットの量残っていると。撃った。撃つんかいここ撃つんかい。時間結構際どかったんかなわかんないけど。はいはいはい、圧倒的。さあ、己の道を貫いている、オガヨッチさんはクイヒーラバル。ね、人事なんだけど頑張ってほしいんだよな、マジで。クイヒー頑張ってほしいな、マジで。僕もね、クイヒーだいぶ好きな方ではあるんですけど、それでもなお全然やってないんで。それはベビドラ、そのカットとか。そういう一巡なんだ。ナイスだな、それ。穴開けをここするかしないかのタクですが、まずはせない。まずはせないで、ここもせない。ここはする。で、繋いでいって、ずらして、対空砲嫌だ、それ。その対空砲やばい。で、オルブレか。いいけど。危ない。ヒーラー1体しかいなくね、これ。もう、超しんどいじゃん、もう。やってくれたなって感じですが、ヒーラー撃たれちゃった。それ助かったけど、インビジブル。まあ、空からすると全く怖くない防衛軍でできてくれたので、ラバルは無視できますね、この。まあ、ちょっとロイちゃんが捕まりそうですけど。アイスラバプラスのアイゴレという、クランリーグ御用達援軍みたいなのが飛んでまいりまして、こうドリルを採用してリカバリー図っていきます。ラバルパートは3時からスタート。むしろもうクイヒーどころかラバルすら珍しいのか、もはや。トームから入るからフリーズから入るかですが、呪文の数考えたらフリーズから入ってもよかったかもしれないですね。さあ、ここトーム入れていく。まあでも、ここ打たせた方がいいか、むしろ。いや、これでいいな。呪文めっちゃあるな。
で、裏フリーズレイジかな。はい。ナイス。オーマイ。ナイス。ギリギリ。ナイスナイスナイス。これ、ライフジェム型でやってましたね。HP を増やす方のタイプで、ヒーリングトームではなく。ってなると、こういうちょっとね、数で押していくときに強くなりますね、バレン。ナイス旋回。さあ、ヒルさん。なんかすごい配置だな。なんかタウンホール9とかでこういう配置あったよね。バルキリーが流行ってた時に、バルキリーの区画誘導できるよね、みたいな。タウンホール9配置きた。こういう配置結構、なんか、懐かしくて、いいな。攻めの好きだったな。ナックルとか言ってもう、こういうの9時から12時までバルキリードッカーンって進めるの、キュインさんとかやるから、これ。キュインさん知ってる人いるかな。ヒーラーつけてバルキリードッカーンつって。ゆたるくんこれでいいんだよ、つって。昔僕、ユタ14の、14の1をね、小文字の L って勘違いしたリーダーが面白がって、てか、勘違いした人がいたの、面白がって、ゆたるゆたるって呼んでくるよって。一時期ゆたるって呼ばれてました。キュインさんとか先輩だからね。年上の方だったんで。おー。ちょっとキングカット間に合わなかったけど戻ってくれるかな。危ない。ランチャー採用。ベビードラカットギリギリ。オールブレーカーのケアも一応つけましたね。うん。これどうだろうな。おでんはこっちでよかったのか。まあどっちでもいいよみたいな感じなのかな。まあでも残し方的にはオーデンこっち来てもよかったのかなみたいな動きになってるんですけど。それレイジかけちゃうとオーデン取りすぎるぞ。そうなんだよね。かけちゃいけないんだよな、このレイジ。うん、なのでロケバルリカバリーです。この辺の判断はやっぱ同時にしなきゃいけないのがね、この編成の難しいところ。オーデン延命しつつ。ただね、ヒーローパートの組み方っていうところの元々のプランの結構良かったのか、キングクイーンの方はかなり余力を持って突破をすることができて、なんか水とポツンとしてるんで、誰か相手してあげて、ここ。無視しないで、水とがかわいそうだよ。全部出しちゃった。バルーンは手元に残っている。無視しないで水と、これで気づくかな、さすがに。なんでそのロケバルどこ行くのっていうことで。ウォールブレーカーからのバルーン、しっかりターゲットね、ずらしてあげて。ナイス。これみんなやんなくなったね、この5ロケバル。今、スパネクの方がやっぱ安定すんのかな。お、ただのドラドラ来た。リンカーンさんは多分、序盤はね、ルートライダーやってたと思うんだけど、ノーマルドラドラっすね。ノーマルドラもやってる人はいないっすね。感覚ね、僕はね、ライドラ、まあどっちも強かったんですよ、結論。普通のノーマル呪文で行くならね、ライドラのが便利なこともあったんだけど、まあ入り口狭く、なんかゴリ押しで進めたい時とかドラゴンのが良かったりするし、攻める配置との使い分けとかも大事になってくるんだけど、って感じを受けましたね。あとはなんかクローンを使いたい時はドラゴンの方がいいかな、みたいな。いい能力。ガゴプリ能力中央、いいですね、今の。この火力の高いところしっかり止めてあげてというところ。さあ、もうこれはどうしましょう。残っている人たちがあんまりいなくなってしまった。このフェニックスにね。で、クイーンはこれ、ヒーラーが撃たれたので、そっちの意味での、フェニックスとね、被ったんじゃ、あれなんで、ヒーラー延命の意味合いがあるマルチフリーズなんだけど、これ間に合うか。ギリギリ。1体残った。回収が一応、もうストライカーしかいないんで、そうだね。タンクに投げて、ロイヤルチャンピオンは遠距離砲。
こいつギリギリだね。ギリギリ誰も通らない。ボルブレーカーターゲットでしっかりずらして。ナイス展開。ドラドラも現れましたか。いいね、バラエティに飛んで。ライドラー。これジャイアントアロー持ってきたと思って、持ってきてなくて、やっべって焦るやつね。覚えてる。アロー忘れたんすよ。安いオルプつもりでいたんで、ライドラの入りとかも全部変えましたね、これ。ここまでは良かったんだけど、ジャイアントアローで安い折れなくなりましたと。困った。じゃあどういう入りやろっかって今考えて、なんとかなるっしょってことでね。一旦このシューター置いてる間に考えることができたので、6時ライドラさすがに刺さりそうみたいな感じで、サイドカット置いて、じゃあ、この作りしちゃったらもう3時、4時から進みますみたいな感じで進めてったって感じかな。これあれだね、4つさんがクイラバやった配置と同じだね。だからあれ、あの配置見たときちょっと既視感あったのか。さあ、サイドカットのライドラプラスの本体使って、内側進んでいって、トーム入れていきます。援軍ドラドラ、ちょっとうざいんだよな、これ。これな、ポイズン打つか、結構毎回ドラドラ出てきた時迷うんだけど、なくて良さそうすぎるんだよな。トームかかってるし。ちょっともったいないかもね。で、このエアスイ寄ってないからやっぱしんどいんだよな、これ。流されちゃったね。で、6時側も大外狩るんだけど、みたいな。シューターの方はめっちゃ刺さってて良いですね。で、遅れてクイーン出していって、こういう使い方が良くないですからね、皆さん。この、ガーゴイルプリンス。困って打つの良くないですからね、こうやって残して最後まで。フェニックスついてんで十分仕事はしてくれるみたいな感じなんだけど。フェニックス偉い、本当に。ちょっとね、攻めながら迷ってたからね、シンプルにプランが違うから。ガゴプリって結構まだ慣れてないとどこ行ったかとか見落としがちだから。援軍に関してもロケバルスとスパガゴを入れたんだけど、ちょっとね、組み合わせと当たる場所があんま良くなくて。キングに全部弾吸われたね。どっちかだけとかにした方が良かったかもしれない。ロケバルだけの方が本当は強かったかも。で、ロイヤルチャンピオン角度ずらしで入れて、フリーズ3発とレイジしっかり残しておいたおかげで、なんとかなっていきます。あとここタウンホールポイズンがないからこのタウンホールにね、ロイちゃん気軽に投げれるんですよ。タウンポイズンないの強いよ。フリーズ打って、なんとかリカバリでの全開ですね。あるかのような能力の使い方してるけど。ちょっとあんまり理想的な動かし方はできなかったかなって感じで、コマくんライドラッシュ。コマくんのライドラッシュは僕と結構、形が似てるようで違ったりすることも多いんで、アローぶっ飛ばして、今回の中心孤立したタウンホールは突撃艦で見ていくような使い方になるのかな、そしたら。さあ、突撃艦真ん中飛ばしのトーム。安い注意っすね、この突撃艦のターゲット。反対サイド1本だけフリーズかけて、そう。落っことし、届かしていって能力。エアスイーパー片側やっぱ止めてあげないといけないんだけど。両方に吹かれると進まないからね。いけないだら。ナイスいいよ。下はちょっとキングがぶち上げてくれたんで。この、ぐだった時の、なんだろう。フォームかけてドッカン、はいで一呼吸置いたこの場面で、どれだけユニットが残ってるかみたいな感じなんだけど、このタイミングで残ってる量が通常のドラゴンよりも、やっぱライドラとかスーパードラゴンの方が多いなーって感覚的には思ってるんで、僕はライドラ採用してるんだけど、両方やったからね、僕、マルチで。もう結構ね、数値で見るよりは感覚の話になっちゃうんだよね、ドラゴンって。結構でもこれ際どいね、このアタックも。クイーンモノリスロケットスピア打ち抜かれ、これ、
よういったね、これ。2ヒーロー言うけどまだ。どうやったんこれ。ロケットスピアつけたっしょ、これもう。どうやったんこれ。さあ、フォックスが、ヒーラーがターゲット取ってくれて、おでん HP 低いな、こうやって見ると。で、うわー、フォックス。キング現れて、ヒーラーついてる。で、ヒーラーもターゲット入って、ここ、ライドラのチェインダメージが入ってたっていう。いやー。結構危なかったね、これね。さあ、ひろやさん、スパネクですね。ウォーデン出して、しっかりテスラチェックからのウォーデン。早いね。強い。相棒はそしたら内側まで入れていきたい感じなのかな。まあ、この辺とかね、ドッカーンって打ち抜いていくと、ちょっとだけ早送りしようかな。はい。一区画大きく削っていきました。で、スパネクスタート。いや、この削り強いよな。時ってさ、反対サイドで、このボムがある方壊したりしないのかな。ギガボム無視できた方がギリ強くない？サイド選ぶとき。何優先してこっちにしたんだろう。もう両方選べるんだったら、相棒だけで見たら上の方がまだバリューありそうって思っちゃうけどな。なんか他に要点あったのかな。スタートの位置とかも微妙に変わってたりするのかな、施設の置き方。さあ、ここちょっと流煙砲。トームがないからね。範囲で押されまして、中心部へ。まあ、ギガボムでびっくりさせられて、援軍はアイゴレと、なんか都合いいよな、さっきから防衛援軍、マジで。ちゃんとうまいね、防衛。ドラゴンのとこにはやっぱ空に当たるような防衛援軍が出てくるし、こういうね、陸の時だけアイゴレ出てきて、相手もちゃんとね、防衛援軍しっかりしてますね。で、あとはクイーンとロイちゃんが能力残ってる状況で最終角。スケルトンの呪文置いてるんだけど。おー。3発でショット。超団体砲も先に抜いてくれる。偉い。タウンホール16と比べてもちょっと自利品の全開っていうのも多かったりして、環境的にはタウンホール自体の能力がね、圧倒的に16の方が高いかなって感じなんだけど、普通になんかトータルで見たときにやっぱ、16よりは若干難易度は上がってるのかなって感覚を今のところ受けてる感じですかね。さあ、スミス、ラストアタック。リターン型のスーパードラゴン。まあ、ガクがやってるような形になるんじゃないかな。お、いいやろう。安いパートタイプを取って、まあ、どっちに行くかですかね。結構見るね。はい。こっちに置きそうか、こっちに置きそうかですが、こっちに置きそうでしたね。ここまで削るなら下かなと思ったけど。さあ、スーパードラゴンパートもスタートして、中心部。まあ、安いおる意味があるとしたら、やっぱ、このルート、今ね、取ってるルートになりますね。で、中心部の方がフリーズかけて、対空砲とかも結構内側に置くドラゴン対策みたいな配置もあるんだ。ああ、いいね、今の。ガゴプリの能力のタイミング。僕の使い方とは大違いですね。で、しっかりスケルトンの呪文を置いて、まあ、タゲの分散とかもしつつ、
トームとこの2個のね、ケアができるのが強いんだよね。ヒーローの。今までのドラゴンってやっぱ、トームでなんとかするみたいな能力だったんだけど、もう一押しのサポートにね、この。バコプリ単体も結構性能として高いんだよな。ロイヤルチャンピオンと合流して。やっぱフェニックスの方が強いと思うけどな。コメント欄とかで結構アングリージェリーも強いみたいなコメント結構ね、序盤はついたんだけど。僕は結構な差でドラゴン系にはフェニックスの方が強いと思ってるな。ドラゴンより先に行っちゃうこともあるしね。アングリジェリつけると。ドラゴンライダーとドラゴンの関係性で、ライダーが前にいるのってあんま良くないからね。そういうことと同じようなことができちゃうんだよね。出ちゃうと。はい、というわけでね。残るクランリーグも1日のみということで、6日目まで終わりました。僕の方もだいぶ目でね、慣れてまいりまして、自分のアタックだけじゃなくてね、他の人がどういう攻めをして、タウンホール17がだいたいこういうことをしてるんだっていうのが、頭の方でも理解ができたきたかなというような環境になってきました。やっぱね、こうやってメンバー集まってくれてるみんなが本当に上手いので、参考になるアタックたくさんあるんじゃないかなって。ね、見てる方々もいろんな戦術でやってると思うんですけど、いろんな戦術結構ばらけて出てるんで、自分のやってる戦術に近いものがね、出てるんじゃないかな。今までって結構、ルートライダー編成一辺倒とか、2択3択ぐらい、多くても3択みたいな環境だったけど、今こうしてね、結構いろんな戦術生まれて出てきて面白いので、環境としてはね、タウンホール16最後みたいな感じで、割と良いですねって感じですね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。また次にお会いしましょう。さよなら。